どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新米ドランストライクのブレード性能を100回戦で徹底検証していく。5月16日に発売されたドランストライク 450FF。みんなはもう手に入れただろうか。ベーシックライン初のエクスパンドブレードであるドランストライクは、メタルを中央で繋げることで合成を高める設計となっている。さらに、カスタムラインにも劣らない大型ブレードで、平均重量に関しては 41.33g と非常に重たく、ベーシックライン、ユニークラインの中では最重量級ブレードとなっている。今回はそんなドランストライクのブレード性能を、当チャンネルではおなじみのビザードロットに対する1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定と、スピン負けまでにかかった平均時間による持久力測定に加え、現環境で活躍しているアタッカーのベンチマークとして、エアロペガサスレッドバージョンとの持久力対決を合計100回戦で徹底検証していく。50戦の結果、ドランストライクのトータル弾き回数は86回、平均スピンタイムは 24.59 秒という結果となった。続いては、現環境で活躍しているアタッカーのベンチマークとして、エアロペガサスレッドバージョンとの持久力検証を行っていく。今回は持久力のみにフォーカスしたいため、スピンフィニッシュ以外のバトルは集計対象外とする。50戦の結果、ドランストライクのスピン勝利数は8回、エアロペガサスのスピン勝利数は17回という結果となった。現時点で100戦中50戦だが、集計対象外とせざるを得ないバトルが50戦以上発生している。というのも、ドランストライクの特徴である高重量ブレードと高い攻撃力が合わさったことで、2種類の検証においてエクストリームラインとの接触によるビット抜けバーストが50回以上発生し、正確な測定が困難だったため集計対象外とした。しかし、その50戦以上のバトルによって、ドランストライクとシャフト系の細いビットとの組み合わせは、高確率でビット抜けバーストが発生するという、ある意味で有意義な検証結果となった。それでは100回戦の結果をまとめていく。ドランストライクのブレード性能は、攻撃力 144.3、持久力 26.1、防御力 24.0、重量 41.33g ということで、公式の設定通り、純粋なアタックタイプであることが判明した。攻撃力については、これまで圧倒的な2トップだったドランバスター、シャークエッジの間に食い込むほどの攻撃力に加え、現環境でも通用する重量も持ち合わせているため、アタックタイプが好きなブレーダーにとっては採用する価値は十分にあるだろう。しかし、最重量級だからといって一方的に相手を弾き出せるというわけではなく、6g 近く重量差のあるウィザードロットに対しても、ドランストライクが弾き出されるバトルは多かった。ブレードの形状や削れ方を見ると、アッパー刃ではなく、ナックル刃やスマッシュ刃がメインで当たっており、作用・反作用の法則によって、ドランストライク側が弾き上げられる可能性も高いため、50シリーズのラチェットや、ローシリーズのビットによって、アッパー刃を当てに行くカスタムがいいと感じた。持久力については、他のブレードと比べても低い部類で、レッドバージョンのエアロペガサスと直接対決させてみた結果、ドランストライクのスピン勝率は 32% にとどまり、同じカスタムでのバトルとなった場合は、基本的にはエアロペガサスの方が有利となるだろう。
しかし、超火力によって相手の体勢を崩し、スタミナを大きく削るバトルも多かったため、シュート技術や環境に合わせたカスタム次第では、大会でも十分に活躍できるだろう。ぜひみんなのおすすめカスタムもコメント欄で共有してくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。